ガラパゴス化したイヤホンは好きか？やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、謎のブランド、ラフテアーの、新振動板を採用したイヤホン、LM2 だ。知名度なさすぎて再生数伸びないけど、バカ野郎俺は追いかけ続けるぞ。ラフテアーは、日本で手に入る情報だけだと、本当に謎のブランド、アリエクスプレスに公式ストアを持っておらず、初めて販売を確認できたストアの名前も、グローバル1ストアとかいう、怪しさの塊みたいな名前のストアだった。2020年代に入って久しいというのに、その音作りは2010年代の中華低価格適当で雑で、でも面白いハイブリッドイヤホンのそれで、初登場時に若干話題になった、高音と低音がきつすぎるハイブリッドイヤホン、ラフィットや LF4 はそこそこ話題になったな。その後組み立てミスって逆走になってたことが判明して、それ以来ツイッターで見かけないけど。で、そんな怪しさ爆発するラフテアーなんだけど、基本的には、10mm のダイナミックドライバー一発の上になんかトッピングしたりしなかったりする、という、KZ ハイブリッド路線を踏襲したイヤホンを多数発売してる。ラインナップの中に、KZ 以外で唯一、中華系の低価格 ESD を採用している、LF3 Pro と LF3 Plus が存在していたりと、そういった点でも注目度の高いブランドなんだよな。ちなみに両方とも音色は原始的中華ハイブリッドイヤホンだけど、レイカズ最新版力こそパワーだ。さて、そんなラフィットヤーには、もう一点怪しいところがあって、それが、採用されているダイナミックドライバー。安い、大体何でもできる、作りやすい、と、さすがにダイナミックドライバーだけはスペック詐欺が起こりにくい、と考えられるのが、中華怪しいイヤホンマニアの共通認識だと思う。逆に、バランスドアーマチュアドライバーの値段が高かった時は、わざわざ BA ユニット風の外装で覆われたダイナミックドライバーとかいう、めちゃくちゃ手の込んだ偽装とかもあったな。でも、ラフテアーシリーズはそんなダイナミックドライバーすら怪しい。曰く、DLC 振動板をベリリウムメッキした、DLC ベリリウム振動板を採用する、という歌い文句の振動板を投入してた。なお、実際聞いてみると、調整不足なのか、全体的に改造感が甘かったので、それ以前の問題だったんだけど、そんなの実在するのかと思ってたんだけど、先日、キーブームのアユアーが本当に DLC ベリリウムメッキ振動板を搭載してたな。ラフテアーのベリリウムメッキ DLC は本当だったのか。なんだかんだバランスはデタラメだし粗さはあるけど、納得できる面白さがあるので、僕はそのままにしとくよ。さて、そんなベリリウムメッキ DLC がうさんくさいことに気づいたのか。今回の LM2 では、ドライバーの仕様を変えてきてる。今回採用されているドライバーは、過去のラフテアーシリーズと同様、10mm のもの。ただし、それだけじゃなくて、今回採用されているドライバーの振動板は、曰くチタニウムクリスタルドライバー、らしい。おそらくは樹脂系振動板にチタンメッキを施したもの、だと思う。もしせっかくちゃんと採用してるなら、ここをふわっとした表現じゃなくて LCP チタンメッキとか、PU チタンメッキみたいな表記にすればいいと思うんだけど、でもそこの表記が相変わらずふわっふわなのが、ラフテアーの怪しくて面白いところだな。そんなわけで、ドライバーの材質に関しては半信半疑だ。ドライバーが変更になったのに、パッケージ裏のスペックが一切変更されてないあたりもふわっふわ感の片鱗を感じさせるぞ。そんなわけで、音色なんだけど、おや、これはありでは？相変わらず外装は突っ込みどころもあるんだけど、中華低価格イヤホンマニアとしては、かなり面白みのある音色だ。高音がかなり強烈で、そしてそれを上回るほどに凶悪な低音域、20磁気振動板を採用する、KZ-EDS と比べても、二回り凶悪な低音域、その割に中音域以上の音域が聞こえるのは、特定の音域が強調されてるからだと思う。とにかく一番に印象に残るのは、凶悪な低音の近さとデカさと弾力だ。低音は近く、それでいてやたら大きく感じられる。ちょっとした打楽器まで、やたらとスケールがでかく感じられるな。爆発音なんかがやたら強く強調されるので、アクション映画なんかはとにかく強烈な迫力で楽しめる。低音域を電子的に強調しただけでは味わえない。なんだかやたらめったら重苦しい低音だ。ここまで低音を強調したイヤホンの場合、大抵はそこに引きずられて、人の声やそれ以上の高音の楽器が不明瞭になることが多いんだけど、LM にはそれに負けない強烈な高音域を持っている。度を超えたドンシャリながら、明らかに刺さる、というくらい強烈な刺さりもない。もっと強いものを、その1点で低価格イヤホンを探している場合、LM には間違いなく当たりの1台だ。とにかく安くて強い、その1点において、優秀な中華イヤホンだと思う。
他のラフチェアー製品に比べて、極端に高音が出る点で、従来型のダイナミックドライバモデルとは異なるし、低音の沈み込みもより強くなったと感じられるな。より強烈なサウンドを鳴らしたい、というのが目的なら、ラフチェアーは明らかに最適化されたと言えると思う。それから、ラフチェアーには、他のより多くのドライバーを搭載した、上位機種のハイブリッドモデルがあるんだけど、それらと比較すると、より低音のインパクトが凶悪だ。また、高音もかなり力強いんだけど、さすがに BA が暴れたい放題している、1BA1 ダイナミックドライバの LF2 や、3BA1 ダイナミックドライバの LF4 と比較すると、高音側の刺さりは弱い。一般的な人なら、LM2 の高音でも十二分に刺激的だと思うが、外装については、KZ 系に比べて、若干最適化されきってないところがある。1ダイナミックドライバの同系統のイヤホンに比べて、若干デカめだし、台形感の強いイヤーピースは、勝手に耳から押し出されてしまう。イヤーピースを交換すれば対応できるのかもしれないけどな。ちなみに、こんな暴力的なサウンドなので、リケーブルは試してない。初期のロットで発生した、極性が逆だった問題は、解決したとかしてないとか言われてるけど、またこっそり逆走になってても、せやろな、という感想しか出てこないメーカーだからな。2010年代の中華イヤホンの良さも悪さもここにある感じがする。ちなみに、組み立てで不満を感じる点はないんだけど、外装に不満を述べるなら、ロゴの塗装が汚い。おそらく塗料ではなくてレーザーによる刻印なんだろうけど、精度が低くて、質感にムラがある。爪で擦れば取れそう。とか思っちゃう。実際には取れないんだが。そんなところまで含めて楽しむのが、この手の低価格で怪しい中華イヤホンだと思うな。なんだかんだ KZ はあれでも随分怪しさは減ったんだよ。というわけで、面白い、暴れ回る、低音エグい、そんな2点で、ラフチェアーは進化している。パワーマシマシ、怪しさ据え置きだ。おまけに最近は供給すら怪しくなってきた。過去モデルのいくつかが販売終了したり、したと思ったら再入荷してたりと、そんなところまで怪しくしなくてもいい、というくらいに怪しい。ラフチェアーは怪しい。それは保証する。そして楽しい。それも保証する。ただし、明らかにほとんどの人は、価格が上で品質が上のイヤホンを触るべきだろう。僕はこういう制約のある中で妙に輝くイヤホンが好きなのでほっといてくれ。と、こんなところだな。正直ラフチェアーがポコジャカ発売した1ダイナミックドライバーイヤホンは、音が2種類しかなかった、というトラウマがあったので、今回も期待していなかったんだけど、さすがの怪しさ。ここに来て音がちゃんと違うとかいう結果に至った。これだから面白いんだよなラフチェアー。レビュー書いてて、本当に変わったのかと思うくらい怪しいのもまた面白い。この手の怪しい低価格ブランド、また出てきてほしいところだ。といったところで今回はここまで。